皆さんこんにちは、みかみわです。ニコルンです。ねえ、やばいからね、やばいよね、ちょっと久しぶりです、はいニコヨは。はい、ちょっと企画言わないと、うん、やばいやつらに見えるから言った方がいいでもさかもしれないですね。ちょっと時期的に今、ハロウィンということで、去年もハロウィンの時期に2人でコスプレをしてね、ウーバーイーツを頼んで、はい、お話しするっていうのをやって、結構それが好評だったんで第2弾ハロウィンで質問返し、ちょっと今回攻めてるね。なんかそのやちゃんが LINE で「今回もうさぎ持ってくね」って言ってくれて「ああオッケー」っつって、うちはモコモコのやつをそうですって前回がさモコモコあったから、それなんか色違いとかなんか出たからそれなのかなって思って写真なんか送ってみてっつったら、なんかはだけたゆあちゃんの写真こうやってなんか寝てるやつランジェリーみたいな。そうこれランジェリーだから、いやこれコスプレですよ。コスプレだけど、これはれっきとしたコスプレなので、下着ではないので YouTube の皆さんも勘違いしないでください。これハロウィンの衣装ってことだよね。そうコスプレ、ニコちゃんはもうあれじゃない、どんな仕事でもさ、こんな格好しないじゃん。しないね。唯一ですよここの私のチャンネルで唯一ニコちゃんのこんな露出姿が見れる。じゃあこういうのやるからゆあちゃんのファンの人に「ニコルンはいつなんですか?」って聞かれるんでたまにコメントで来るから。いやみんなそれ言いたがりなの。私はそのご予定はないので。ニコちゃんはもうこれからもね、テレビに出続けるので、皆さん期待しないでくださいね。ないですから。はい、ないです。たまに書かれネットニュースになんか書かれんだよな。いつデビューするんです。そうということで今日もうるさいちょっとね、うちのワンコが遊びに来ておりますので、ちょっとガサガサ言うかもしれないんですけど、気にしないでくださいね。ということで今日はスタバを頼みました。これ何ですか？これ UberEats 限定のチャイチョコフラペチーノです。もうご飯食べちゃったからちょっと今日はこれをお供にいただきます。いただきます。前回さお寿司とさチキンをさめっちゃ食べながらさめっちゃお腹空いてたからめっちゃガチ食いしながら質問答えてたから、今日はちょっとおしとやかにね。コメント見てもめっちゃ食ってるじゃんじゃあ早速1年ぶりだよね。1年ぶりの質問返しね。変わるのかな、なんか。いやでも結構ね同じような質問多かったんだよね。仲良くなったきっかけとか、いつ知り合ったんですかとか。もうそれは逆に前のやつ見た方がいいんじゃない？そうだから皆さん前の動画ぜひ見てくださいね。見たら載ってると思う。結構いろんなぶっちゃけてるから、前回のやつあれ収益化できなくて、そう言ってたね。なんか質問そんな際どい質問、答えたつもりない、いないよね。そんなにだって全然テレビでも放送できるレベルだったのに、なんか収益化できなくなっちゃったんだよね。そう途中でなんかできなくなっててと思って、まあどこが原因かわかんないんですけど、今回はちょっとね収益化外されないようにギリギリのラインでいきたいと思います。ちょっともうこの格好がアウトかもしれないんだけどじゃあいきますね。もし好きな人が被ったらどうしますか？好きな人が被ったら、でも絶対被らないとは思うけど、まず被らない好きなタイプだもんね、お互い。でもさ、もともとっていうかさ、基本は被る系じゃない？基本は被る系だと思う。なんか容姿とか容姿見た目ってことでしょ？そう。それはイケメンが好きだよ。イケメンが好きでしょ？イケメン好き。何があんの？イケメンが好き。性格はでもイケメンにもさジャンルがあるじゃん。何系？私は結構王道イケメン。うちも王道イケメン。そう。真ん中系。顔がイケメンが好き。性格は優しい人。で被るじゃん絶対。でも被ったことない。でもなんか被んないね。なんでなんだろう。ニコちゃんはでも意外とみたいなとこも行くじゃん。みたいなところもなんか好きだったりするじゃん。そうね。だから結果被んないと思うけど、もし被ったら私はどうするの？引くかも。でこれお互い何も彼氏がいないっていう状態で、じゃあうちらが同じタイミングで出会っちゃった。それにもよらない？同じタイミングが同じタイミングで出会ったとして、同じ日に出会いました。分かんないけど、好きだなーっていうふうにで被っちゃいました。でもどっちが先に言うかによらない？でも一緒だった。
もう同時タイミング、もうあの人いいな。いいうちもいいって思ってたんだけど、じゃあどうする？マジでやだ。でも友情が崩れるのは嫌だから、とりあえず引く？行く？相手に任せる。もう選ぶのはそっちです、相手ですよっていう。じゃあ行くってことでしょ？ちょい行き立ち悪いなんかちょっと望みは捨てずに、でも若干諦めモードみたいな感じよね。なるほどね。結構気まずいよね、友達と。気まずいね。好きな人から。でもちゃんと言うかな、だとしたらゆあちゃんに。うち好きだからって。もう本当に好きになっちゃった。好きそんなことないから分かんないけど、そんなこと言うタイプじゃないじゃん。ちゃんと言う。そういう時好きになっちゃったでしょ。なっちゃうとしてうちも本当に好きになっちゃった。うちも本当に好きになっちゃった。ごめんね。お互い行ってみよう。正々堂々行こうみたいな。正々堂々と行こうっていうかも。確かに。それが出会うタイミングがゆあちゃんの方が先で出会ってて、でうちが後から会ってそれ好きになっちゃったんだったらそれは引くけど、タイミングが同じだったらもう一緒にやれるところまでやってみようっていうなっちゃうかも。分かった。じゃあそうしよう。今後あったらね、そういうことがあるかな。どうだろうね。多分ないね。お互いの体の好きなパーツはないでしょ。あるよ。何？顔。絶対嘘。絶対嘘じゃん。やっぱニコちゃんは本当に顔が小さいの。いや並んでみんだって一緒くらいで。一緒じゃない。私の方が丸いじゃん。一緒。旗から見たら一緒ない。しかも背も高いし。なんか背が高いからそう見えるだけ。いやでもそのトータルバランスが羨ましい。なるほど。何センチ？160。おお、意外。いや思ったよりちっちゃかった。そんなだったっけ？ヒール履いてるからか。でもなんか可愛らしいじゃん。いいなって思うよ。本当？あと167だよ。いやだからモデルじゃん。7欲しい？欲しい。本当？だって逆に男性とかも同じくらいの人が多かったりとか。でも上の人もいるけど、こういうなんていうの、芸能界の人はさ、やっぱ背大きい方がいいなって思わない？またファッションショーとか歩く時には良かったなって思う。そう、バランスがやっぱめちゃくちゃいい。いい感じに頑張ればなんかちょっとよく見える。普通によく見える。でもだとショー出るんだったらうち173とか欲しかった。もっと。やっぱ友達とかにもいるから170代の人。やっぱその方が歩いてる時にかっこいい。でも中途半端。でもそこが一番逆にバラエティーも出れてモデルもやってちょうどいいかもね。ちょうどいい身長。モデルすぎてもさやっぱ親しみづらいじゃん、テレビとか出てたら。そこが羨ましい。いや顔って言われると思わなかった。顔の小ささね。パーツじゃないですよ。顔の小ささですよ。顔の小ささですよ。しかも体のパーツって言われてるよね。おっぱいみたいねあるのにさでも顔かな。顔。うちがロンハーで言ったの見た？しかもだって来たもん、確認が。来たんだ。そう、なんか何も連絡しなかったからさ。ロンドンハーツですが、藤田ニコルさんがなりたい顔ランキングに三上さんをあげましたみたいな。と思って。そう、なんかロンハーの企画でなんか女子がなりたい、自分たちがなりたい顔のランキング3位まで発表しなきゃいけなくて、なんかうち1位は新垣結衣さんだったの。それがラッキーだね。なれないから。もちろん国民的なね。そう、もう無理だ。女優さんだから。だから2位3位誰だろうと思って、でもうちゆあちゃんも顔好きなんでね。嬉しい。なんかびっくりした。地上波に私出てきてどういうこと？ロンハーならいけるっしょ。そうだからちょうどいいよね。ロンハーならいけると思ったんだろうな。攻めたなと思って。いけるなって思って。びっくりした。嬉しかったけど。だってさ、いつもさ、これでさアプリ撮ってるじゃん。いらないからね。いつも加工してますけどいらないよ。いる。普通のこのノーマルの動画が一番可愛い。本当？これで撮るのよりなんか可愛い。これも可愛いけど生で会った方がびっくりするもん。てか見て、またバンされた見てたからまんま作品をね、私のまんまだよ。いや嬉しいそれは。でもびっくりした。全然いらない。うちは本当やちゃんの鼻とかそのバラ鼻欲しい。でも鼻つけたらちょっと似る気がすんだよね。だから似てるって言われるじゃん私たち。似てないんだけどなんか鼻をちょっと
ゆあちゃんのもらって、口を変えたら多分一緒みたいになるかも。じゃあ目はほぼ一緒なのか。違うけどなんか似てるよね、わかんないけど、なんか似てるってよく言われる。西野カナみたいな恋愛してたんだ。西野カナ、もう西野カナの会いたくて会いたくて歌詞は「私ですか?」っていう、あと加藤ミリアの歌詞は「私ですか?」っていう感じの恋愛の仕方してたから、まあそりゃ振られるよね。てかでもそんだけ愛があるからいいじゃんっていう、そんな人いないよ、好きなんだよ、そう、そんな人いないよ、確かに絶対に浮気もしないしみたいなって思って言ってるんだけど、相手にはもしかしてちょっと重かったのかなみたいな。でもやっぱ20歳超えてからは割とまだ余裕、自分の中ではちょっと余裕持って考えれるようになったかも。重いイメージないけどでしょ。そんななんかそのちょっとの嫉妬とかあるけど、まだ可愛い、自分の中では可愛いもんだと思う。であんまそれは口になんかそんな出さないようにするってこと。出しちゃうけど可愛く言うか、前よりかはまだマシな気がする。どうなんだろう。でもそれが自分で思ってるだけで相手にとってはめっちゃ重いって思われてるかもしれないけどいやでもそれ大事だと思う。やっぱ相手とのね距離感、自分だけがこう、なんていうの、自分のさエゴになっちゃうじゃん、その束縛とか、だけど相手を思ったら言わない方がいいこととかもあるから、結果何にも言わない方が一番なんかそう、まあ平和だよね。そう、平和に自分が我慢すればって思うけど、でもそれも無理なんだよね。喧嘩をしないようにしようって思って。でもそれいやダメだよ。なんで？喧嘩した方がいいよそれは。喧嘩しないの？したくない。そういう時もあったわけ。それこそ喧嘩をしなさすぎて平和な時とかあったの、過去に付き合ってた人と。でも結果的に相手はすごい蓄積されてた。蓄積して普通の日常だったのに急に爆発するみたいな。だから喧嘩をしないように自分も日頃から気をつけるの。なんかありがとうとかごめんねとかの気持ちを常に伝えて、なんかストレスとかも溜まってないかなみたいな、その様子をずっと伺いながら、お互いに気をつけ合いながら喧嘩しない方がいいんじゃないかなって思っちゃった。相性によるよね、まず。まあその相手にもよる。でもとりあえず毎日喧嘩するようなカップルは長続きしないじゃん。それは毎日は無理。やっぱ 2,3 ヶ月に1回ぶつかり稽古ぶつかり稽古じゃない、ぶつかり合ってニコルの車でどこか連れてってもらいたいところありますか？まだ一回も乗ってないんだよね。でも今日も迎え行くよって言ったんだけど、まだ準備できてない。撮影巻いちゃったから行こっかって言って。毎日乗ってるんでしょ？乗りたいな、ベンツ。確かに帰り送る？本当？じゃんけんで3回勝ったら送ってあげる。いいよ。結局家まで送ってくれました。優しい。送りました。車がとてもかっこいいです。連れてってもらいたい場所？でも簡単に湘南とかその辺は行くんだよ。海が見えるところとか、ドライブでパーって行けるところに行きたいね。浮気はこの間ネットで見たけど、浮気をする前に何回もやめれる場所があったのね。浮気をするまでの過程に、その出会いと LINE をして会う約束をした、確かに一個一個を裏切ってるわけだから、合計も5回ぐらい段階踏んでるもんね。だって急になんか会うってなってしないじゃん。しないもんね。でもこれ付き合ってんだもんね。付き合ってて隠れて LINE を交換して交換するのもなんか交換したところからさ、まああれだけど交換するのはいいとしても、そこからじゃあ毎日連絡を取り合ったりして、遊ぶ約束して、会う約束をしてそこに行くわけじゃん。この段階でちょっと思わないのかなってことだよね。そうこの一個一個の間で、その彼女のこととか考えなかったのかなって、その時点でマジで終わってるなと思って、確かに許せないかも。一度やるやつは二度やるから、絶対に。確かに。そうだからもう無理、無理ですって振るのなんて振るの、そういう時は。普通に無理だよって。もう弱っ、もう無理だよろれつ弱くね。無理だよ帰るね。わかるよ。バイバイ。だって普通にキモいよって言うかな。
なんか幸せになれない気するしね。許しちゃうとね。自分のところに帰ってくればいいとかいうかっこいいこと言ってたわけ。前はもう浮気したらもう無理だな、終了だな。いややめた方がいい、浮気する人は何回もするから。てか最近見ている YouTuber なんですか？見る？ YouTube とか見るの？なんか急上昇とか上がってたら見るけどおじさんおじさん急上昇になってたら見るけど、なんか最近なんか謎におすすめ出てくるのは、それこそさっきの浮気じゃないけど、こんな浮気のされ方しましたとかって言ってご飯わかる。出てくるよね。作ってるやつでしょ。ひたすら女性はご飯を作ってるの。もうここの手元だけで、でこんな修羅場があって、こんな辛いことがありましたっていうのを文字でこうやってわかるわかる。見たことある。あればっか出てくるから。あれはでもちょっと見ちゃう。あれ見ちゃうよね。なんか気になっちゃう。そう。でもさ、ああいうのさ TikTok とかでも流行ってるけどさ、ああいうのにいいねがついてるってさ、世の中の人、人の不幸を好きなのかなって思って、なんか嫌だなって思うよね。ハッピーなこと話してもね、そうそうそう、そうなのね。逆に何見てる？私結構普通に YouTuber とか見るよ。R ちゃんとか見るし。うちは見てるよ。R ちゃんはなんか友達だから。そうだよね。そう、友達だから見るっていうのもあるし、もともと見てたっていうのもあるけど、でも結構それ普通に YouTuber さん見るかも。早く遊びたいね、3人でね。遊ぼうよ。何話すんだろう、3人。マジで R ちゃんが面白いから一生笑ってるよ。みんな恋愛のさやつがさ、なんか多いね。なんでなんだろうね。悩んでんのかな。悩んでんだよ。ほら、気になる彼と名古屋東京で遠距離1ヶ月以上毎日連絡取るけどネタもつき、どうアプローチする？気になる。付き合ってないってことか。そうだね。毎日連絡取ってるならでもいいじゃん。名古屋と東京か。行っちゃう。重っ行っちゃう。1ヶ月我慢できないから行っちゃうかも。来ちゃうの？行っちゃう。名古屋1ヶ月かっこよ。わかんない。それ自分が学生だったらもうバイトして、いやてか来てほしいけど、もうその瞬間瞬間がなんか大事じゃん。時間がもったいないじゃん。会いたいって思った時に、私名古屋でなんかあるかもしんないから、行っちゃうってことね。行っちゃう。お金がなくても貯めていく。頑張って好きだったら行っちゃうかも。私は写真とか送る。ネタ尽きたらとりあえず写真送って、なんか「なう」みたいな「コスプレしたよ」なるほどね。で、ちょっとその人の記憶に1日1回は残させる。でも会うのが一番いいよね。2人でテレビ出てほしい。出たことないっけ？ないか。出れるの？事務所的にはそういうの NG 出すの？出さないよ。来たら出る？出るよ。全然来たら出る。なんちゃんだったら、なんちゃんってもう古い。深夜だったらいける。深夜いける。カチコチ TV 出たいんだけど。マジ？出たいね。出てよ。やばすぎ。出たいんだけど。歓喜だよ。みんな。出たい。明日収録あるわ。言っとくわ。本当に？わかんない。出れんの？わかんない。でもマネージャーに森田さんと小宮さん出てるから。そうだからロンハーでたまにその名前が出るわけ。カチコチ TV の。そう。2人がその話する。そうするからもういいなと思って。でもカチコチ TV 結構おもろいよ。出てほしい。いつか出るかもしれない。ニコちゃんの事務所が OK すればね。カチコチ TV 出たいです。カチコチでもしかしたら初共演。私 MC してるから。うち何すればいいの？アシスタント。出たい。でもお願いしたい。セクシーに VTR 振りとかしなきゃいけない。ちょっと頑張ろうかな。 VTR いっちゃって。またさんできなくなっちゃう。それしかできない。でもこれで終わろう。はい、いつかカチコチ TV でニコちゃんが見れるかもしれないのでマネージャーさんにお願いします。はい、皆さん楽しみにしてください。ゆるゆるな質問返しでした。ただ遊びに来ただけの。いや本当にそれ。スタバも全部もう飲み切った。はい。ではまた皆さんお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。お腹鳴った？お腹鳴ってる。最後にお腹鳴った。